こんにちは。今日はスパイラルパーマのヘアセットの仕方をやろうと思います。スパイラルパーマのセットの動画撮ってくださいってリクエスト何件もあったんですけど、すっかり忘れてましてはい、すいません。今ちょうどスパイラルがかかった地毛の状態なので、いつも私がやるヘアセットの仕方で今から実際にやろうと思います。これスパイラルの方だけじゃなくて、地毛がカーリーヘアとかコイリーヘアの方も同じようなやり方だし、あともっと大きいウェーブ、普通のパーマスパイラルじゃなくてパーマかけてる人も同じようなやり方で全然大丈夫なので、スパイラルパーマ以外の方も参考にしてみてください。もうこれ起きてそのまんまボッサボサの状態なんですけど、今からセットするとカールがちゃんと綺麗に出て、なおかつちょっとふわふわめな感じで今日はやろうかなと思います。じゃあまずは濡らしてきます。ボサボサはい、濡らしてきました。濡れるとこうなるんですよ。でしっかり綺麗にセットしたい時は、シャワーでジャーッと濡らしてきたんですけど、このぐらいしっかりシャワーで濡らしちゃってからセットする方が綺麗にできます。軽くセットしたいだけだったら霧吹きで濡らすとかでもいいんですけど、パーマが綺麗にセットできないっていう人はこのぐらいシャワーでしっかり全部濡らしちゃった方がうまくいきます。はい、で次がトリートメント系をつけるんですけど、すごい髪型だなこれ何つけるかはその人の髪質とか好みとかで自分の髪に合うのを使ってもらえばいいんですけど、私はミルクっぽい乳液っぽいやつを使ってます。オイルとかクリームとか何でもいいです。カーリーヘアはすごい乾燥しやすいので、しっかり保湿をしてあげてください。あとパーマじゃなくて地毛がカーリーの方は特にこの保湿をしっかりとこう髪を分けて、中と外でちゃんと何ブロックかに分けてしっかり保湿剤をつけてあげてください。で次の工程は、溶かします。乾いてる時に髪を溶かしちゃうとカーリーヘアの場合はちぎれやすかったり溶かしにくかったりするので、しっかり濡れてる時に髪を溶かしてあげてください。溶かすブラシなんですけど、私が使ってるのはパドルウェットブラシか、これ有名なんで知ってる方多いかもしれないですけど、タングルティーザー。普通の櫛だとすごい溶かしにくかったり痛かったりするんで、こういうちょっと特殊なブラシ、カーリーヘア用とか絡まりやすい髪の毛用のブラシ使ってます。もしなかったらこういう粗めのコーム、あとアフロコームとかでもいいです。エクステ用のブラシが家にある人もエクステ用のブラシもいいかもしれない。これね全然違うんですよ。ほんと全然痛くないし、めっちゃスルスル溶けるんですよ。下にリンク貼っときますね。こういう普通のブラシで溶かすと、今ちょっと溶かした後だから全然溶かせるんですけど、結構ねガッて引っかかったりとかブチブチちぎれちゃったりするんで、こういうのでやるとほんといい感じに溶けます、髪の毛が。で固まってくっついちゃったりしてたらこうドレッドみたいになっちゃうことあるんですけど、こうまずくっついてるところをこう指で横に裂いて、でブラシとか櫛でちょっと毛先の方からねちょっとずつこう丁寧に溶いてあげると溶けると思うんで、この濡らしてトリートメントをつけた状態でちゃんと溶かしてあげるっていうのがいいと思います。どうしようかな、前髪下ろそうかな。で次スタイリング剤をつけるんですけど、これをつけます。ヘアマヨネーズっていうやつで、こんな感じですね。本当にマヨネーズみたいな黄色い液体なんですけど、これは乾燥も抑えてくれるし、パーマの立地をすごいくっきり綺麗に出してくれます。これ本当に優れもので、
スパイラルかけてる人はみんなこれ使った方がいいんじゃないかって私は思ってます。もともとヘアマヨネーズってアメリカでこういうのが売られてるんですけど、日本の薬事法であんまり売っちゃいけないみたいで、日本の有名なブレーダーさんがこの日本版ヘアマヨネーズを作ってくれたので、それをうちのお店はおろして使ってます。すごいお客さんにもめちゃ好評で、これを結構たっぷりつけます私は。でこの濡れてる時はこうやって綺麗になるのに、しばらく時間が経つともうパサパサボサボサみたいになっちゃってパーマが出ないっていう人は、このスタイリング剤の量が足りてないか、あとスタイリング剤の性能が悪い可能性もありますね。そうそう、めっちゃ大事なことなんですけど、この濡れてる時にスタイリング剤をつけないといけないです。乾いてる時につけてもあんまり意味ないので、濡れてる時にこうしっかり、ちょっとめんどくさくて今日やらなかったんですけど、こう髪の毛を上下2段とかに分けて、こうしっかり中の根元の方から毛先まで均一に綺麗につけるとめっちゃ綺麗にパーマ出ます。これもリンクを下に貼っとくんで、欲しい方は買ってください。パーマかけててもボリュームが出にくいっていう髪質の人とかは、スタイリング剤つけるのを毛先の方だけにするとか、あとつける量を減らしてみるとボリューム出ますね。逆にボリュームが出過ぎちゃう人はしっかり根元から毛先までたくさんつけてあげるとボリュームダウンできます。いい感じにできたので、次乾かします。はい、じゃあ乾かしていきます。でこれ今普通に乾かしたんですけど、さっきつけたヘアマヨがめっちゃ優秀で、これ普通に乾かしても結構綺麗にいくんですよ。でもいいスタイリング剤持ってないっていう人とかは、この乾かす時にドライヤーを弱風、なるべく弱い風で乾かしたり、あとこういうやつがあるんですよ。名前なんだろう、ディフューザーかなと思いますが、この持ってるドライヤーのこの口の部分の大きさに合うやつをネットで買ってもらうと、これパーマとかカーリーヘアを乾かすようなやつで、海外のホテルとか泊まったことある方は見たことあると思うんですけど、外国のドライヤーだと必ずこれついてきます。ちょっと日本のメーカーのドライヤーだとこれはついてこないと思うんですけど、これを口にはめて、これでこうやって乾かします。こんな感じでやるんですけど、これ何せちょっと乾くのに時間がかかるんで、すごいふわふわに乾いて、これもめっちゃおすすめなんですけど、ちょっとめんどくさいのでヘアマヨつけてるので、もう今日は普通に乾かします。はい、終わりました。根元を中心に乾かして、毛先はちょっと湿ってるぐらいで、このまま自然乾燥で大丈夫です。髪質によってはあんまり乾かさない方がいい人もいるので、ドライヤーの乾かし具合、あと好みもあると思うので、スタイリング剤の量とかドライヤーの乾かし具合っていうのは自分で調節してみてください。これすごいふわふわになった。そう、ふわふわなんだけどカールはくっきり綺麗に出る感じでセットしてみました。一番のポイントはやっぱりスタイリング剤かな。これが本当テクニックいらずみたいな感じのやつなんで、もうほんとめっちゃおすすめで、私ずっと自分にもこれ使ってます。結構うちのお客さんだとゆるいパーマの人でも買ってく人多いかな。広がりやすい髪の人とかがこれが一番まとまるし綺麗にカールが出るから、これが好きって言ってスパイラルじゃなくても買っていく方いますけど、もちろん地毛がカーリーヘアの人にもおすすめです。普通にやっぱり薬局で売ってるやつとかだとバキバキに固まっちゃったりとか、逆に緩すぎたりして乾いてきたら結局パサパサに戻っちゃうみたいなのがすごい多くて、なかなかないんですよね、いいスタイリング剤って。なんかこういうのとかもねあるといいかなって思います。なんかこれとこれあれば取れかけのパーマとかも結構ふわふわになるんで、今日紹介したアイテムたちは全部じゃあ動画の下の説明欄に
リンクを貼っときますねはい、なんか変な風になっちゃった。はい、じゃあまた質問ある方はコメント欄に書いてください。結構たくさんリクエストもらったんですけど、やるのめっちゃ遅くなっちゃってすいませんでした。はい、じゃあまたね。